パーバトル恒例実馬力チェック。協力は新しく1000馬力まで測定可能なシャシーダイナモを備えたベイルサイド。各社順調に測定が進んだが、なんとマクラーレンは非常用の牽引フックが見つからず、安全を考えて測定を断念。その他のデータはご覧の通り。エスプリはマフラーの影響が大きいのか、約100馬力のパワーダウンとなっている。最終ステージは筑波サーキットスーパーバトル。7月4日、西日本を襲った大雨の影響はここ筑波にも及び、ズルズルのウェットコンディション。朝一番のウォームアップ走行ではこんな場面も。ちょっと路面が滑りやすいんで、アンダーステアだと全然コーナー走れないんで、コンマンに下げさせて 2.35 にセットさせて、のでフロントへグッとブレーキングした時荷重がかかるようにしたら、ステアバランスだいぶ良くなったんで、ミッドシップ今まで NSX 持ってきたけど、別なフェラーリ新しい355の走りを見せたいなと思ってますんで、雨で走らせてもらえるだけでも光栄だと思っておりますけど、挙動としてはね、やっぱり、サーキット柔らかめの足っていうか、今回は結構きついね、この路面とグッドイヤーのタイヤと。とりあえず今、ウェットでポルシェに乗ったんですけども、やっぱり思った通り足がすごいハードでね、アンダーがすごい強いんで、ちょっと乗りにくいんですけど、ただバックストレートで雨の中で180キロ出てるから、やっぱり修善寺で感じたほど動力性能低くないなと。やっぱシャシーが上がってるんで、パワーがなく感じちゃってるのかなっていう感じします。この車はですね、今なんとノーマルブーストで走ってます。もうパワーはいくらあっても逃げちゃうだけなんで、ストレートもね3速でフルスピンしちゃうぐらいなんで、ここをどうにかコントロールしていけたらなと思っております。やっぱりこの路面なんでね、どうしてもアンダーオーバー出ちゃうし、パワーがものすごくあるんでね、そのスロットルの使い方次第でラップタイムがコンマいくつ変わってきちゃうんでね、優しい踏み方すれば、ぶっちぎりでしょ、そんなね、舶来の車には負けないですよ。ナンバー付きなんだからそんないじる必要ないんだよね。NSX は何にもしなくても大丈夫。 NSXR はルマンで無敵です。雨なんか降った日には何でもやっつけちゃいます。バトルグリッドはタイムアタックの結果、いつものように遅い順。 4WD のエスプリはハンデをつけてあんな後ろからのスタート。赤ランプ点灯、スタート。おっと、服部マクラーレンスタート出遅れ。タクヤエスプリものすごい速さ。4個を生かしてもう追いついてきた。リプレイはちょっと動いてた大井スープラ。大外から行っちゃおうっと。おいおい土屋さん、危ないよそこは。怖いよ。世界最高峰のスーパースポーツカーがこの雨の筑波でどんな走りを見せてくれるのか。おっと、3位争いは大井スープラと黒沢355。さらに後ろから拓也エスプリ。危ないよ、危ないよ、大井さん。後ろ3台は500馬力オーバーのモンスタースポーツ軍団。さあバックストレート勝負だ。シフトミスしちゃった。ストレートが抜群に速いマクラーレン。でも最終コーナーでは親父、邪魔。おいおいおい、もう来ちゃったのかよ。エスプリ GTR ウェット強し。一周で一気に3位に浮上。ルマン帰りの土屋さん、筑波はスカイラインの方が早いんですよだ。4区は早いわ。ビリ争いは04が速かった2台。黒沢355が土屋 NSX に仕掛ける。
F355 並んだ。小さなやるな。おいおい高すぎるよ君、バトルするには。どうしていいか分かんないじゃないか。さすがにおいちゃんもマクラーレン相手じゃ切れた走りができない。まっすぐで抜けちゃうんだよ。拓也エスプリ、すんごい加速。何キロ出てるんだろう。100キロ超えてるな。ここだけは速い。しかしブレーキングはナーバスなマクラーレン。おいおいおいちゃん、インに入っちゃうの？ダメだっつの来たら自分本当にコントロールできるのか。お互い大パワーを肉で伝えるため、こんな日の無理は絶対禁物。特にはっちゃんは7600万円だもんな。コーナーは負けてない。バトルは3周目。2位争いの中谷ポルシェ、黒沢355、土屋 NSX の3台は1ラップ目からずっといい勝負。なんだろうな。あ、ダメ、ちょっと油温上がっちゃった。大事を取ってペースダウン。ああ、黒沢355、中谷ポルシェを捉えた。さらに NSX も接近して3人ともすでに超真剣の無言状態。黒沢355、ストレート勝負。よし。しかしブレーキングは中谷ポルシェ、簡単には譲れない。そして最終コーナーでは土屋 NSX が詰める。バトルは残り2周。危なかったわ。トップは拓也エスプリ。いいよ、ほら第一ヘアピンだってこんなに綺麗に回っちゃう。ほら国産車だってお金かければね、スーパーカーに負けやしないんだから。偉いな、俺若者に夢を与えてるな。雨だとちょっと二足がね、トルクバンド外れちゃうんだよ。 NSXR を甘く見ちゃいけない。ちょっと真剣だぜ。ちょっとコメントなんかしてらんねえぞこれ。ここが危ないんだよ。F355 に先行を許した R 仕様の2台。パワーで若干勝るポルシェを相手に土屋 NSX の作戦は。くそー、最終コーナーしかねえのかな。まっすぐ速いなポルシェも。このエスプリのスカイラインはね、いいよこれ足。ニュートラルステアに仕上がってるよ。雨でも怖くないもん。さあ土屋 NSX、 ポルシェをぴったりとマーク。最終コーナーをイン側に立ち上がり1コーナーで勝負か。さあ中谷ポルシェ、 NSX の突っ込みに若干インを開けた。しかし一方大井スープラは服部マクラーレンをパスし自分のペースで追い上げを開始したが間に合うのか。なんだなんだ。おいこんなとこで止まんなよ。最終ラップのストレート勝負。3位争いはまだまだ続く。悔しいな、まっすぐ速いわ。さあチェッカー、拓也エスプリ、ガス欠にもめげずトップでゴール。ああ
また土屋 NSX はベストタイムでポルシェを上回ったものの4位。5位の大井スープラは最後のパフォーマンス。内圧調整したのが効いてたな。左が 2.35 で右が 2.45。微妙にさステーバランスの違いがあるんで、ブレーキがちょっと後半フェードしてきたかなと思ってな。今日はでもパワーと4輪駆動に助けられた一等賞だったんですけど、すごくセッティングが出てるんですよね。コーナリング中ニュートラルステアで曲がれる、ブレーキもいい。で立ち上がりのパワーはドライバーがアクセルワークで、修正すればいいんで、まあ値段だけじゃないってことですね。若者スカイラインでも勝てるぞ、スーパーカーに。これはね、レーシングカーだから万能ってわけにいかないんですよ。だから雨降ったらちょっと柔らかくするとかね、晴れだったらちょっと硬くするとか、そういう着工調整がついてるんで、そういう合わせることやればもうちょっとこのコンディションに合うと思うんですけど、今日はこのコンディションはフェラーリは僕はベストマッチだと思いますね。後ろから見てる限りでは、フェラーリの F355、そしてポルシェのクラブスポーツ、これよりはコーナーは全然速いですね。ボディ構成もしっかりしてるし、ステアリングに対しても忠実に入ってくる。でクリップから先の立ち上がりでもいち早くアクセルは入れられます。やっぱりストレートで離されちゃうかな。でもやっぱり車載カメラを見てもらえば分かる通り、コーナーは NSXR が一番速いと思います。残念ながら途中で油温が上がりましてやめましたあの車をエンジン壊したらどうなるかって頭がキラキラキラっとよぎってすぐやめました。パワーはあるんだけども、そのエンジン特性っていうのがもっと、パワーターボで上げていっちゃうと仕方ないところだと思うんですけどね。エンジン特性がああだともうどうにもならんな。それでだから680馬力出てても路面に伝わってるのは、250馬力ぐらいかな。マクラーレンは別格として今回の特集で光ったのは F355。 もしかすると手が届くかもしれないスーパーカーについてランさんがまとめる。荷重変動が大きいんでね、ちょっと乗りにくい。その代わり雨だったからそれを利用して、アンダーを消したみたいな走り方にしたんですが、非常にそのために神経は使いましたね。いいバトルをしたのが355とポルシェ RS と NSXR、 本当にいいとこ勝負。355のエンジンがね5バルブっていうんで高速がちょっと回るんでね、ちょっと裏のストレートでちょっと気持ち離せるかなと。あとはほとんど変わらない。僕からはっきり結果から言っちゃうと、車の良し悪しはもうない、この3台は。あとはオーナーの皆さんがねどれを選ぶか好き好きだな。